王子様の像が立っていました。王子様は体中金で覆われていました。そして目には青いサファイア、腰に刺した剣には真っ赤なルビーが輝いていたのです。自分たちの町にこんな立派なものがあることを誇りに思い、人々はこの像を幸せな王子と呼んでいました。秋の終わり頃、千葉のツバメが王子様のところにやってきました。ツバメは暖かい南の国へ行く途中でした。今日はここで休もう。ツバメが一休みしていると、ぷつりぷつりあれ、どうしたんだろう。雨かな。これ王子じゃないの、ツバメだよね。ツバメが見上げると、なんとそれは王子様の涙だったのです。忙しい。なぜ泣いてるのですか。みんなあなたのことを幸せな王子と呼んでいるというのに、何か悲しいことでもあるのですか。不思議そうに尋ねるツバメに王子様はそんなことを言いました。のりこ先生に見せた方がいい。この町には貧しくてお腹を空かせている人たちがたくさんいるんだ。困っている人たちを見ると涙が出てきてしまうんだ。そうして王子様は言いました。あの家を見てごらん。子供が病気だという薬を買うお金もないんだ。ツバメが見ると、ちょうどベビーベッド。その家ではお母さんが心配そうに男の子の看病をしていました。ツバメさん、お願いだ。私の剣からルビーを取り、あのお母さんに届けてくれないか。王子様に優しい気持ちにツバメは心を打たれました。そこでツバメはルビーを加えると、その家に飛んできました。そして疲れてうとうとしているお母さんのそばにそっとルビーを置いたのです。目が覚めたら、このお母さんはどんなに驚くことでしょう。そう考えると、ツバメの体にはポカポカ暖かくなってくるのでした。次の日、ツバメは王子様に言いました。僕は南の国へ行かなければなりません。どうかお元気で。ツバメは寒いところでは生きていけません。だから冬になる前に暖かな国へ旅立っていかなければならないのです。王子のターンなんだ。ところが王子様は言いました。ツバメさん、もう一度だけ私の頼みを聞いてもらえないだろうか。ほら、向こうの屋根裏部屋を見てごらん。若者が何日も何も食べずに子供に夢を与えるお話を書いている。私の目からサファイアを取って。天才か。いい話なんだけどな。あの若者に届けてくれないか。忙しい。とんでもない、王子様の目だなんて。ツバメはびっくりして反対しましたが、王子様の表情、ツバメ大変そう。あどうしても変わりませんでした。笑ってるわけじゃなかったんだ。ツバメは仕方なく王子様の目からサファイアを取ると、若者のところへ飛んでいきました。若者は一生懸命お話を書いていて、ツバメがやってきたのに気づきが全部やる。でもしばらくして、ツバメが置いていったサファイアを見つけると、見つけた。
身勝手な宝石だろう。なんという大胆な。僕が襲ったのだろうか。次の日、ツバメは王子様に言いました。今日こそ僕は南の国へ旅立ちます。王子様、さようなら。ところが王子様はツバメさん、最後にもう一度私の頼みを聞いてくれないか。とんでもない。これ以上ここにいたら僕は寒さで死んでしまいます。しかし王子様は悲しそうに言葉を続けました。泣いてる。マッチ売りの女の子見てごらん。水たまりにマッチを落として涙を流し、ツバメさんにお願いするならこれが最後だから、私の目からサファイアを取り、あの女の子に届けておくれ。ツバメは驚きました。そんなことをしてはいけません。二つそのサファイアがなくなったら王子様の目が見えなくなってしまいます。しかし王子様は優しく言いました。いいから私の言う通りにしておくれ。ツバメは胸がいっぱいで何も言えなくなりました。そしてツバメはいなくなりました。そうしてツバメはサファイアを加え空へ舞い上がり、女の子の手のひらにそっと落としてあげました。女の子は驚き、やがて空を見上げて叫びました。女の子やってる。神様がくださったのだ。王子様のところへ戻り、ツバメは静かに言いました。僕はもうどこにも行きません。王子様の目の代わりになります。それからという頃、いい話じゃん。街には忙しく飛び回るツバメの姿が見られました。おお、惜しい惜しい。困っている人、白鳥が残ってる。悲しんでいる人を見つけると、ツバメは王子様にお話しします。王子様は体の金庫を一枚一枚剥がしてはツバメに届けさせるのでした。感動的だ。やがてあれほど美しく輝いていた王子様の姿は王子様王子様。灰色に変わってしまいました。あ、難しい難しい。無理せよ。少々お待ちくださいの BGM。そしてある雪の日、忙しいの。王子様の手紙ができて僕は幸せでした。ありがとう。ツバメはこう言うと静かに息を引き取りました。ああ、やばい。とその途端に話しさん王子様の胸も張り下げてしまった。その頃天国では天国神様が天使たちにこう命じていました。神様やってんの。あの町で一番美しく一番尊いものを見つけてここに持っておいで。あ、そういう話なんだ。天使たちは町に降りてくるとすぐ雪に埋もれているツバメの鳴き声で王子様の像を見つけ天国に連れて行きました。こうして王子様のツバメは天国でいつまでも幸せに